よしおは忙しかった。その仕事には期限がある。間に合わなければ、上司にも顧客にも迷惑をかける。間に合うかどうか不安だった。気持ちに余裕がなくて、そんな時間が長く続くのが辛かった。何かに当たりたくなる。例えば、机を叩くとか、蹴るとか、椅子を持ち上げて、壁にぶつけるとか。もちろん、そんなことはできない。そんな日が何日も続くこともある。そんな時は、思ってしまう。自分は一体、何のために生きているんだろう。電話があった。得意先からで。頼んであったエアコンの見積もりを。今日中になんとかならないか。という。マルチエアコン更新の見積もりで。それを完成させるには結構手間がかかる。しかし、1週間前から取り組んでいて、先日、工事業者と共に現場の下見は済ませていた。今日中になんとかなるか。考えてみた。できないことはないと。よしおは思った。完成した見積もりに、支店長の承認印をもらい、その後、本部に申請して、社番をもらわなければ、顧客に提出することはできない。郵送していたら間に合わない。その日、よしおは昼食を抜いて、午後までになんとか見積もりを仕上げて、浜中の承認印をもらった。浜中に事情を説明して、よしお自身が本部に出向いて、社番をもらい、その後、取引先に持参することにする。訪問前に取引先の担当者の鈴木に連絡を取った。鈴木は愛想のない男だ。よしおは鈴木に会うたびに自分が見下されているような気がしてしまう。鈴木に会うのは気の重いことだったが、それも仕事だった。取引先に到着すると、鈴木は打ち合わせをしていた。忙しそうだった。よしおは鈴木に声をかけた。悪い机の上に
置いておいてくれる。と、鈴木が言った。無理をして完成させて。わざわざ持ってきたのに。机の上に置いといては、ないだろう。と、思ったが、相手はお客様だった。見積もりを、鈴木の机の上に置いて、退出しようとすると、中島さん、悪いね、ありがとう。と、鈴木がよしおに声をかけた。必死で完成させた見積もり。鈴木の要望にも応えた。しかし、注文をもらえるとは限らなかった。その帰り道。駅は電車待ちの人たちで、変に混雑している。電車が遅れているらしい。また、事故があったようだった。混雑は嫌いだった。よしおはまた思った。確かに生活はできる。生きてはいける。でも自分は、一体、何のために生きているのだろう。空腹に気づいた。そういえば、昼食を食べていなかった。翌日も仕事だった。仕事は果てしなく続く。一つ終えても、次の仕事が待っている。やりきれるのか、不安になる。忙しいのはもういい。不安になるのは、もういい。この程度で、根を上げるのか。ちょっと、だらしがないんじゃないのか。誰も何も言っていないのに。誰かに。そう言われたような気になる。よしおは、意もしない。誰かに向かって、反論する。どうせ俺は、弱い男なんだよ。取るに足らない男。無力な男。寂しい男。よしおには何もない。特別な才能も、将来の展望も。しかしその時、陽子がよしおに声をかけた。ねえ、カレーライス食べたい？よしおは、陽子の方を見る。ガストで、カレーライスフェア。やってるよ、と、陽子が言う。よしおには、陽子がいた。ただの友達でも。なぜ、陽子が自分と、付き合ってくれるのか。わからなくても。
よしおには陽子がいた。その日、よしおと陽子は、会社の帰りにガストに立ち寄った。カレーライスを注文し終わると、陽子が嬉しそうな顔をしていった。ねえ。普通自動二輪の免許、取れた。よしおは驚いた。そういえば、陽子は、私も免許取ってみようかな。と言ったことがある。しかし、まさか、本当に免許を取るとは、思わなかった。陽子は自分のバッグの中から、バイク雑誌を引っ張り出して、広げた。そして、雑誌に載っている。250cc の、ロードスポーツの写真を、指で押さえていった。これなんか、どうかな。それを、買うつもりらしい。よしおは、陽子が、自分のバイクの話に、関心を持ってくれることが、嬉しくて、ことあるごとに、バイクの話をしていた。しかしよしおは、不安になった。自分の、バイクの話は、そんなによく、聞こえたのだろうか。確かに自分は、バイクに乗ることが、楽しいと思っている。しかし、もし陽子が、バイクに乗ってみて、あまり、面白くないようだったら、どうしたらいいだろう。バイクの免許も、バイクも、安い買い物ではない。休日のその日、よしおと陽子は、バイクで伊豆に行った。陽子は、まだ真新しい。ライディングジャケットに、真新しいヘルメットを身につけ、先日の雑誌に載っていた。250cc のロードスポーツに、またがっていた。西湘バイパスから箱根新道に入り、箱根新道を登り切ったところで、伊豆スカイラインに向かう。西湘バイパスでは小田原の海を、箱根新道では箱根の山を望むことができる。そして、緑の中を続くワインディングロード。伊豆スカイライン。よしおの好きな道だった。
陽子もだいぶ、バイクにも慣れ。高速道路も平気なようだった。途中で小休止のため、バイクを止めた。標高が500メートルを超える。その場所から、眼下の街並みを遠くに見渡せた。雲の切れ間から日が差していて、その街並みを照らしていた。巨大な富士山が近くに見えた。ねえ、気持ちいいね。と、陽子が言った。うん。と、よしおが言った。再生リスト10に続きます。